30分で絵が上手くなりたい。どうも、声優の月城里奈です。皆さん、絵の練習で模写をよくするなっていう方多いと思うんですけども、実は私聞いたことがあって、一度模写したものをもう一度何も見ずに描くという方法で勉強していると上達が早いらしいんですよ。それが本当なのか気になったので、今回は6分絵を描く、で6分資料を見て描く、資料を見て描くを5回繰り返して30分間でどれだけ絵が上手くなるのかを検証していきたいと思います。ということで今回描いていくお題はマッチョです。キャラクターを描く上で筋肉はとっても重要みたいなので今日は筋肉を描いていきたいと思います。それでは早速まずは何も見ずにちょっと月城が思う上半身のマッチョを描いていきたいと思います。普段ね、女の子ばっかり描いてるからやっぱマッチョを描く機会がないんですよ。マッチョの方々ってただのこういう首じゃなくてなんかこういう山みたいなちょっとなだらかな首が特徴だなって思うんですよ。こんな感じ。もう首がこの辺から出てる。これ首で。首の次が肩ですよね。肩がこのぐらいからあって、もりっとしてて、腹筋もこんな感じで、シックスパック。わかんないし、なんだろう、めっちゃなんかちょっと気持ち悪いんだけど。で、腕だよね、腕は、これが、まず、二の腕に当たる部分で、関節って何個あるんだ、マッチョ。肉と肉のさ、つなぎ目を濃く描くと、なんか立体的に見える気がする。はい、ということで、6分、マッチョを描いてみました。なんか個人的には、まあって感じもするんですけども、今日はマッチョを本格的に上達させて描いていきたいので、続いては、資料を見て描いてみましょう。今回は資料として、Pinterest っていうサイトを用意していただいたので、じゃあ早速資料参考に書いていきたいと思います。この資料、ちょっと参考に。難しいな。模写にしては難しいやつ選んじゃったかも。逆三角形だよね、やっぱりマッチョといえば。やっぱり、ちょっと丸っこく描くよりかも、角張った感じに描いた方が、肉のよりその硬さみたいなのを表現しやすいかも。この辺が脇ですよね、多分。胸から下ろして、腹筋に繋がっていく。いやー、ちょっとポーズがちょっと失敗したかもしれない、選ぶの。難しいよ。でも肉がこうなんか流れてるのは伝わるでしょうか。これお尻に繋がって太ももですね、これが。上半身に対して腕短すぎるか、これ。もうちょっと書き足しちゃおう。はい、ということで、模写をしながらマッチョを描いてみたんですけども、お手本と全然違いますね。でも、さっきのさ、最初に描いたマッチョ、これか、よりも厚みが個人的には出たなと思います。それでは、今描いた模写を参考にして、もう一回自分で描いてみようと思います。まず、こういうポーズをね、のポーズをちょっと描いていきたいと思います。自分が思ってるよりも肩幅広めで OK。まず、ベースの骨がこうやってあって、その上にこう肉をつけていくイメージが一番わかりやすいかもしれないです。で、腹筋はちぎりパンだった。さっきは。見たら。なんとなくそれっぽくなっていきました。なんか小顔だな、このマッチョ。ちょっと。もうちょっと顔大きくてもよかったかも。肩幅に対して顔どのぐらいだろう。やばい、顔消したらわかんなくなっちゃった。あれさっきどのぐらいだったっけ。やばい。ワンチャンさ、まずちょっと顔なしで、ここに首があるってことでしょ。ちょっとぐらいけど、首の断面図がこういう状態で、デッサンをするときとかって、前から見えるものだけじゃなくて、その回り込んでる肉とか物体も意識して描くっていうことを学校で学んだので。もうなんだろう、わかんなくなってきた。やばい。ということで、のポーズをしているマッチョの人を描いてみたんですけども、最初に描いたのがこれで、これは確かに筋肉のこの筋の部分とかがまだつかめてない状態なんですけども、なのでちょっと人間から外れてしまった感はちょっと否めないんですけど、でも、筋肉の盛り上がってる感じはさっきよりは描けたのではないかなと思います。続いては資料を見ながら描いていこうと思います。待って、腕の資料でめちゃめちゃいいの見つけたな。これちょっと見てみましょうか。ちょっとこれを描いてみようかな。模写のターン、いきますか。模写スタート。マッチョの人って関節
普通の人より多いとかある？なんか、関節グニグニなんだけど、何なんだマッチョは。で、これで、一回、塗りに入ろうかなと思います。バーっと塗って、はいはいはい、軽く影つけました。より肉の立体感を出したいんだけど、すっごい難しい。でも実際にこうやって資料を見ながら描くと、もう自分が一生知り得なかった肉の描き方が分かって面白いの。で、ちょっと回り込みの光を入れて。はい、ということで、資料を見ながら、腕ですね、肩から拳にかけてまでを書いてみたんですけど、今まで書いた中だとどうでしょうか？最初に書いたやつがこれで、次書いたやつがこうですね。どこがどう繋がって盛り上がってるのかみたいなのが、改めて色塗るとすごいわかりやすいなって思いました。では最後に自分で書くターンに突入したいと思います。手を重点的に書いたり、腹筋を重点的に書いたりしてきたんですけども、最後はちょっと全身を書いて上達したなってところをみんなに見せたいなと思います。マッチョって何頭身なんだろう？肩幅は思ってる以上にある。で、本当に綺麗な逆三角だった。すべてが。ここ三角形で、トゥイントゥインって繋がってて、ウエストに。で、この辺全部腹筋で、マッチョは結構顔はもうゴツゴツで、脇に回り込むように肉をつなげて描く。腕ありまして、胸筋で重要なのは立体感。とにかく立体感。腹筋はちぎり板。ここに巻き込むように肉がついてて、腰はもりっと。未だかつてないぐらい真剣に描いております。さっき勉強した腹筋と腕もこの辺がこうで。なんか筋肉が見えてきた！筋肉が呼んでる！見えてきてる！ここに来て筋肉を掴んだかもしれない。はい、ということで、書けました。待って、最初より全然上手くなってない？なんか。ね、ですよね。みんな丸してくれてる。ちょっと待って、最初のやつ比べてみましょうか、じゃあ。最初は、腹筋とかもさ、どうやって書けばいいかわかんなくて、とりあえず、トゥイントゥイントゥインってなっとけば、それっぽく見えるかなーっていう感じで書いたんですけども、勉強したことによって、ちゃんとその腹筋のつき方が改めて分かったし、ここから背中に向かってどうやって肉が繋がっていくのかみたいなのも分かったので、ちゃんとマッチョなんだなっていうのが分かる仕上がりになってきたんじゃないかなと思います。いや、勉強の成果出たな。やっぱり資料を見てやるって大事ですね。自分で、ここどうやって書くんだろうって分かんなかったところとかも、上手い方の資料を見ながらやると、なるほどって納得できるし、これ1日30分やるだけで、私の場合本当に上達が見えたので、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは、またねー。